ありがとうございます。フロイドと共に皆さんにお祝いしていただき、とても光栄です。ですが、こんなに大勢の方におめでとうと言われると柄にもなく照れてしまいますね。はい、僕とフロイド宛てに母からお祝いのメッセージが届いていました。ジェイドさん、フロイドさん、毎日ちゃんと食べているの？陸の生活が楽しいのは結構なことですが、たまには顔を見せに帰ってきなさいと僕たちの近況を気にかけていましたね。と言っても久しぶりのメッセージではなく、毎日のように連絡は取っているのですが、僕たちの母は昔から少し心配性なんです。思い出、そうですね。では子供の頃の話をしましょうか。毎年僕とフロイドの誕生日には親戚だけでなく父の仕事仲間も駆けつけてくださって、それはもう山のようにプレゼントをいただきましたよ。お菓子や海藻のアイマスク、地上でしか手に入らない珍しいおもちゃなど、いろいろなものをいただきました。ただ中にはどう考えても子供には不必要と思われる高級な嗜好品も混ざっておりまして、どうも僕たちではなく父へ媚びを、いえ信頼を得ようと必死な方からのプレゼントだったようです。父はそういう深い意味のこもったものを送ってきた相手には必ず署名をさせました。これは善意のプレゼントであり、一切見返りを求めないものであると書かれた証明書にね。父も父で母同様にやや心配性の気がありまして、まあ夫婦は似るものと言いますし、仲が良くていいことです。ただの自営業ですよ。広く浅くさまざまな商売をしているごく普通のね。テラリウムですね。ガラス容器や水槽など透明なケースで陸の生き物を育てているんですが、なかなか奥が深いですよ。きっかけはグレートセブンの海の魔女です。彼女には瓶の中で生き物を飼っていたという逸話がありまして、憧れの偉人である魔女の気持ちを少しでも知れたらと僕も真似を始めたんです。故郷にいた頃からそれはもうさまざまなものを瓶で育ててきましたよ。そうですね、自分で管理できるところでしょうか。瓶の中の世界を平和に保つには管理者の手腕が問われます。つまりカラスもイカスも僕次第。テラリウムの管理は言ってみれば小さな箱庭の支配者になるようなものかもしれませんね。何より自分のペースで育てられるので気楽でいいですよ。ですが全てを思うままにできるかといえば決してそうではないんです。採取してきた植物が突然枯れたり、山で集めた土から思いもよらぬ植物が育ったり、そういった予想外の出来事が起きるのも魅力ですね。ええ、だって全てが思い通りに進んではつまらないですから。僕は陸の生き物についてはまだ知識が浅いので、どう成長するか予測できないことも多い。だからこそテラリウムには大変好奇心がそそられます。おや、僕の左耳につけているこちらに興味がおありでいいですよ、お話ししましょう。少し昔の話になりますが、ミドルスクールに上がる前、僕とフロイドに勝負を挑んできたチョウザメがおりまして、その方が
それは綺麗な鱗をお持ちだったんです。興味を惹かれた僕たちは、勝ったら鱗をくださいとお願いをしました。結果はお分かりですね。そう、無事彼に勝利することができた僕たちは、美しい鱗を譲っていただくことができました。それを加工したものが今僕とフロイドがつけている耳飾りというわけです。ありがとうございます。お気に入りを褒めていただけて僕も嬉しいです。海の魔女が残したとされる呪文の一節に、力あるものとしてチョウザメが登場するので、チョウザメの鱗はサンゴの海ではお守りとして人気があるんですよ。そうですね。ああ、花火は非常に人気があります。陸で花火が上がる日は水面に顔を出して鑑賞する人魚が多いですね。僕とフロイドも花火の日には海岸近くまで遊びに行きました。みんな空を見上げているので、陸の方々が僕たちに気づくことはほとんどありませんが、ちなみに昔の人魚は花火を空飛ぶクラゲだと思っていたそうです。クラゲにしては派手すぎると思いますが面白い勘違いですよね。